こんにちは、トバログです。今回もですね、結構面白いガジェットを紹介していこうと思います。今回紹介するのは Vitua One っていう、いわゆるね、XR 系のデバイスですね。これ見た感じは最近よくあるメガネ型のディスプレイっぽい感じなんですけど、別売りのね、ネックバンドと組み合わせて使うことで、本当にね、もうこれ単体で、もうイヤホンとメガネしてる感覚で、動画を楽しんだりとか、あとゲームをストリーミングサービスできるっていうね、これ結構画期的なアイテムだと思うんですよね。今回ね、この Vitua One に関して先行レビューさせていただく機会があったので、早速紹介していこうと思います。これ系のデバイス最近気になってるけど、何がいいの？どういう風に使えるの？みたいなところも含めてレビューできれば幸いです。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで改めてこちらが Vitua One ですね。Vitua One はね、アメリカカリフォルニア生まれの XR グラスですね。最近ね、AR グラスとか VR ゴーグルとかそういうものを総称して、XR っていう領域の説明されることが多いんですけど、Vitua One に関してはこのグラス単体っていうよりかは、こういうさっきからちらちらと見えている Android OS をベースとした独自 OS 搭載のこういうネックバンドだったり、あとはスイッチとかいろいろなデバイスと接続して楽しめるドックとか、こういうね周辺機器類が結構充実しているのがポイントかなと思います。もともとね Vitua One に関してはキックスターターでねクラウドファンディングされていたんですけども、今回ね日本向けに幕開けで販売を開始したそうなので、今回紹介させてもらっています。はい、じゃあ早速ね開封していきます。この開封する時のグニョグニョした感じが 3D 感ある。こっちに開くんだ。なんか車みたい。こちらが Vitua One のケースですね。ケースに関しては結構ねメタリックな感じというか、未来感のある雰囲気のデバイスですね。これを開けると、意外といいですね。すごいかっこいい感じがする。本当に見た目普通のサングラスって感じですね。しかも思ったより軽い感じがします。ちょっと実際にねつけてみようと思います。どうすかね、見た感じなんか日本人にそもそもサングラスってあんまり合わない感じするんで、ちょっとね変な感じはするかなってところなんですけど、なんか普通にサングラスとしてもそんなに重すぎないし、普通にかけられる感じですね。で、外側のね視界もそんなに遮りすぎずに普通に見えるっていう感じです。早くね電源入れて試したいです。で、本体のね仕様についてちょっと詳しく見ていこうと思うんですけど、まずね性能というかスペックはこんな感じですね。重さは 78g と、やっぱり AR デバイス軽いっていうところ。これはねフル HD の有機 EL ディスプレイを搭載しています。このねスペックに関してはだいたいエンリアルエアと近い感覚ですかね。で、これ結構なんか考えられてるなと思うのが、ここにねダイヤルがあるんですけど、これでね度数調整ができるみたいですね。なんか 0.00D からマイナス 5.00D までっていう感じで書いてあって、僕は目がいいのであんまり違いが分かんないんですけど、そのぐらいの視力帯ならここで調整ができるみたいです。それをね超えて目が悪い人とか、あと乱視みたいな人は別途ね公式ストアで調整用のなんかメガネフレームみたいなのが売ってるらしくて、それを使うと対応ができるみたいですね。で、もちろんねディスプレイだけじゃなくてスピーカーもねここに内蔵されています。スピーカーに関してはこれ結構面白いんですけど、ハーマンカードンと提携をして開発した専用のねスピーカーが内蔵されているみたいですね。Vitua One の重さをちょっと測ってみます。こんな感じで 79g ですね。実際のね表記と若干の差はあれど、だいたいね 100g 以下でかけられるとそんなに重さ感じにくいので、かなりね軽い方かなと思います。今ね手元にいつも使っているエンリアルエアがあるんですけど、それと比較すると若干だけコンパクトかな。若干なんか高さがねちょっと小さい感じがするんですけど、厚みはね同じ感じですかね。Vitua One がこんな感じで、エンリアルエアがこんな感じですね。エンリアルの方がやっぱ大きい気がする。縦のサイズ感で、ちょっとカメラだと見づらいと思うんですけど、ディスプレイのサイズが若干ねVitua One の方が小さいですね。フル HD っていう解像度は同じなんですけど、実際にね電源を入れて見てみてもちょっとねコンパクトな気がします。細かいね仕様とかは後で紹介していくんで、まずはねやっぱりつけ心地とかその辺ですね。一旦この前にも紹介した GPD Win4 と接続して使ってみます。よいしょ。
さすが鮮やかですね。やっぱ有機 EL いいな。有機 EL ディスプレイで今目の前にこのぐらいの画面がねある感じで見えています。一応ね交渉だと3メートル先にね120インチっていう言い方するんですけど、感覚としては目の前にね27インチのモニターをこの机に置いてるっていう感覚ですかね。もしくはこういうね小さい6インチのディスプレイがこの辺にあるみたいな、そういう感覚の方が近いかなと思います。ちょっとね遠くを見れば確かにねプロジェクター見てるような感覚にはなるんですけど、実際ね使うところで言うと多分こうやってね暗い場所で目の前にあるディスプレイを見てるっていう感覚に近いですかね。でちょっとね実際に見ている映像を iPhone で撮ってみます。ちょっとね本当に没入感とかは全然違う感じなんであくまで参考程度なんですが、この普段見ている景色に投影させる感じで Witcher 1のね映像が見れる感じです。こうやって自分が動くとその場所にねディスプレイがついてくるって感じですかね。一応32型のモニターがあるんですが、それと比べるとなんかイメージとしては若干コンパクトかなってところです。で今はねこんな感じで半透明なんですけど、このねボタンをポチッと押すとちょっとね分かりますかね、ディスプレイ部分が暗くなってよりね映像が鮮明に映ったことが分かります。でもう一回押すとカチッとでちょっと明るくなると、これ映像を見やすくするために電気的にねこの明るさを調節する機能が備わっていて、飛行機のね窓ガラスみたいにこういう風にね見やすくすることもできます。こういう機能がちょっと備わっているのがガジェット的にはね好きですね。別売りでこういうシェードも売ってるんですけど、このねボタンを一つ押すとちょっと暗くなるみたいなのがやっぱギミック最高ですね。この映像だと視聴者さんに全然伝わらないと思うので、ちょっとね画面をミラーリングしてここに表示しながら喋っていこうと思います。これはトバログのねブログの方なんですけど、やっぱね結構こうやって見てもヌルヌル動く気がする。リフレッシュレートね 60Hz なので結構こういう縦のねスクロールとかにも強いですね。なんか全然問題なく見れるし、文字もねはっきりくっきり見れます。こうやってね寝っ転がりながらこの手元のキーボードとマウスでね操作しながらこうウェブブラウジング楽しめるのはやっぱねいいですね。Witcher 1に関しては音もね結構こだわっていて、ハーマン・カードンとね一緒になんかコラボレーションして開発したスピーカー搭載してるみたいなんですよ。なのでちょっとそういうのも試してみようかなと思います。はい、トバログのね Vlog を今見ています。結構やっぱ音に関してもちょっとねいわゆるこの PC スピーカーとかと比べちゃうと弱い感じはするけど、普通になんか立体的な感じで楽しめますね。思ったより解像感と音に厚みがある気がする。ちょっとね気になるところだとやっぱりね画面が固定できないってところですかね。こうやって動かしていると基本的にここに目の前のねスマートフォン的なモニターがずっと付きまとうっていう感じなので、ここはねちょっとネックバンドとかを装着すれば解消するみたいです。最初にね Witcher 1見た時にデザインが結構洗練されてるなっていう印象があって、ちょっとねいろいろ調べてみたんですけど、実はねイギリスのデザインスタジオのレイヤーっていうところが、デザイン開発をしているそうです。結構ねガジェット系で言うとパナソニックとかあとバン&オルフセンのねデザインがおしゃれな木のねスピーカーとかそういうのをね手掛けている、デザイン事務所なんですけども、今回のこの Witcher 1もそこがやっているみたいですね。結構ねこういう最先端を行く系のデバイスって、見た目よりも機能性重視っていうところが強い感じなんですけど、実際にね顔につけるっていう特性上割とファッション的な要素を意識して作ってるみたいですね。余談なんですけど、これをね創設したデビッド・ジャンさんっていう人はもともとねなんかハーバード大学のデザイン系の学科を経て、Google クラスのねプロジェクターに携わっていたらしいので、その辺のねなんかデザイン的なところとか機能性の完成度みたいなところも楽しみですね。このねメガネケースの裏側には、一応ね専用のケーブルが備わっていますね。これはブラックのケーブルなんですけど、こっち側が USB-C でこっち側がねおそらく独自規格なんですけど、このマグネットで接続するタイプのケーブルなんですよね。これは個人的にはちょっと残念ではあります。一応これメガネ型なので、かけた状態でもねこうやって気軽に付け外しができるように、脱着しやすいようにねこういう専用の機構を設けてるのかなと思うんですけど、この専用のケーブルをわざわざ用意しなきゃいけなくて、しかもなくしちゃったらねまた買わないといけないっていうのが、これは正直もったいなさすぎますね。
例えばね、エンリアルエアーのこの接続部分って USB-C なんですよね。なので USB-C ケーブルがあれば、そのままね、スマートフォンに接続して使ったりとか、あと Mac とか Windows と接続するときも、いつもね、ガジェットポーチに忍ばせている USB-C ケーブルがね、使えるので、そういうね、煩わしさが全くなかったんですね。それがすごい良かった。対して VirtuaONE の場合は、このね、独自のケーブルなので、これが絶対に必要で、これを忘れてしまうと、ただのね、サングラスっていう感じになっちゃうので、この辺は正直ちょっともったいないかなっていう気がします。例えばここがね、外せて USB-C ケーブルも使えるよみたいな、マイクロソフトの Surface みたいな感じの機構だったらいいんですけど、これだけってなっちゃうとちょっとね、怖さがありますね。VirtuaONE に関しては正直ね、このグラス単体だと、他のデバイスとね、同じような感じで目新しさは感じないんですけど、やっぱりこのネックバンド、これ独自 OS を搭載したネックバンドとね、セットで使うことによってやっぱり面白さというか、特徴が出てくるのかなと思います。さすがVirtua。おー、すごい。デザイン性すごいわ。さすがやっぱデザインスタジオが手掛けてるだけありますね。なんか想像していたよりもちょっとね、大きめな感じはあるんですけど、これで OS 搭載していてグラスと接続できるのすごいわ。これだけでデバイスとして完結するのすごくないですか？これすご。これでパチッと取り外してつけて、これでもうこの大画面で楽しめるっていう。このネックバンドに関してはさっきもね紹介した通り Android をベースとした独自 OS がこの中に仕込まれている感じですね。画面のないスマートフォンっていう感覚のイメージを持ってもらえたらいいのかなと思うんですけど、これ単体で例えばね動画のストリーミングサービスで動画を見たりとか、あとクラウドゲーミングができるんですよ。一応ねスペックを紹介しておくとこんな感じですね。 SoC とか Android のバージョンみたいなのはね多分非公開なんですけど、一応これで 170g で Wi-Fi 接続とか 5G のね接続もできるっていう風に謳っています。見た感じね SIM が刺さるところがないので、これ自体で単体で使えるっていうよりかは外部のねルーターとか、あとホテルの Wi-Fi とかそういうのでね接続して使うイメージですかね。でバッテリーに関しては内蔵型で、この中に 3200mAh のバッテリー搭載しています。メモリーはね 2GB なんですごい重たいゲームを単体で行うっていうよりかは、やっぱりねリモートで他のゲームデバイスと接続するイメージですね。でかつねストレージは 128GB 搭載しています。でこれ Bluetooth 5.0 に対応しているので、このねネックバンドと例えば Bluetooth キーボードとかマウスとか、あとコントローラーを接続してゲームを遊んだりとか、ウェブブラウジングしたり、ブログ書いたりとかもできそうですよね。これちょっと夢がある。これちょっと早く試したいな。で一応ね本体の機構も見ていくとこんな感じで、ここにね操作するためのボタン類が備わっています。なので手で持つねコントローラーとか必要なく、ここで簡単な操作だったら行えるっていう感じですね。でここを見るとね USB-C ポートが備わっていて、このネックバンド自体の充電は USB-C でできるみたいです。ちょっとね専用独自規格残念だなっていう感じなんですけど、基本このネックバンドと一緒に組み合わせて使うのであれば、ここにね独自の端子が備わっているので、これとね直接接続して、ネックバンドありきでこういう風に使うっていうイメージが強いですかね。ネックバンドが収納されていたケースにこうやってね接続して専用端子からも充電することができるみたいです。このケース自体はねここに USB-C ポートがついていて、でこのねケース自体もモバイルバッテリーに使うことができて、このネックバンド3回分の充電ができるみたいですね。 500g ぐらいあるんで、このケースに入れるっていうよりかは別途ねモバイルバッテリーとかでもいいのかなっていう感じですかねっていうところです。デザイン性はね結構いいんですけど、インディゴのマットに関しては結構ねこんな風に指紋がつきやすくて、このメッキ部分もね結構指紋だらけになりやすいので、そこだけちょっと注意かなっていうところです。でこっち側にはねマイクを搭載していて、このままね多分音声通話したりとか音声アシスタントで入力したりも一応できそうです。でここのねつぶつぶはなんかスピーカーっていうよりかはおそらく排熱の穴とかなのかなと思います。はい、ちょっとね長々とスペックについて紹介したんですけど、ここからはね実際に電源を入れて使っていきたいと思います。
うわ、めっちゃ楽しみ。この新感覚デバイスですね。こんな感じで。で、ここにパチッと取り付けて、ここ結構髪の毛が挟まる気がする。髪の毛を挟まんないようにしてるやつつけてるけど、ちょっと痛いかも。3秒押すとつくらしい。おー、バイブレーションがブーっとなって今ついている感じです。見える。すごい。こっち側からは全然見えないと思うんですけど、今このぐらいのサイズ感のディスプレイがねちょうど映ってる感じですね。はい、ちょっとカメラ越しなんで分かりづらいかもしれないんですけど、ビチュア1を装着するとこんな感じの映像が目の前に現れます。こういう風に、これ Android ベースらしいんですけど、結構ね Android 感はなくて独自 OS 感が満載ですね。どちらかというと VR の独自 OS っぽい感じに近い印象です。これがねアプリ一覧なんですけど、こんな感じで YouTubeとか Netflix、 そして結構個人的に嬉しいのが Play Store がね最初から入ってます。対応してるアプリはそんなに多くなさそうで、スマートフォンっていうよりかはどっちかっていうと、Chromecast 的なちょっとね厳選されたような感じのアプリが選べるっていうところですね。ちなみに Notion みたいなユーティリティ系のアプリはねほとんど対応してなさそうなので、なんかねこのゴーグルと、キーボードだけでバッチリ作業みたいなのは難しそうですね。どっちかっていうとコンテンツをね楽しむ方向に振り切ってるのかなって印象です。作業に使えるんじゃないかっていう淡い期待はねちょっと難しそうでした。操作がタッチパネルとかではなくて、このボタンをカチカチ押しながらなので、逆にね外部で接続できるマウスとかがないと結構設定大変ですね。ちなみに僕の場合だと、こういうタイプのこのトラックパッドとキーボードが一体になってるやつを今ペアリングして、これでね Wi-Fi のパスワードを入力したりとか、なんかいろいろ接続をしてる感じです。で、若干ね気になるところだと、これ聞こえますかね。今ちょっと止まっちゃったんですけど、これプロセッサーをこうやって冷やすためのファンが搭載されていて、このファンの音量が結構大きい気がします。これはねものによってはならなかったりするんですけど、バッテリーをね充電しながらとかだとちょっと気になるかなってところですかね。はい、というわけで VTuber はまだまだね使い込めてはないんですけど、とりあえずね3日間ぐらい使ったのでファーストインプレッション紹介していこうと思います。まずこのデバイスについてものすごく感じるのが、このねネックバンドは本当に必須ということです。ネックバンドと組み合わせて使うことで完全にねハンズフリーのコンテンツ視聴ツールとして、すごいね使いやすいかなと思います。こうやってね席についてこう大画面風にコンテンツを楽しむっていうのはもちろんなんですが、 AR のようにモニターの位置をその場でね固定したりとか、あとアンビエントモードって言って小さくね画面を表示するっていう機能も備わってるんですよ。なので例えば部屋の中を掃除しながら Netflix を見たりとか、あとベッドで仰向けになりながらクラウドゲーミングでね、PC ゲームを遊ぶとか、そういう使い方がものすごくね快適に行えると思います。特にね Steam Link とのゲーム体験はめちゃくちゃ良くて、自宅のね PC とリモートで接続すれば、ホグワーツレガシーとか結構重めのタイトルもね本当にサクサク動きます。特にねこのネックバンドがあれば Bluetooth で直接ねこのコントローラーとかと接続することができるので、その辺もねほとんど遅延を感じずサクサクプレイできるっていう、それがね素晴らしいですね。で、結構面白い点だとドックがね別売りされてるんですけど、それをねスイッチと接続することでビチュアファンのね画面の中でスイッチがプレイできるっていう、そういうのにも対応しています。ただドックに関してはモバイルバッテリー的な機能も備わっていて、結構スイッチと組み合わせると重たいんですよ。1キロぐらいになっちゃうから、それだったらスイッチ単体でもいいのかなっていう気はしたりもするんですけど、あくまでねこういうビチュア1とかで大画面で楽しむならそういう使い方もできるっていう感じですね。ちょっとね残念な点で言うと、あくまでねゲームとかコンテンツを視聴するために特化したデバイスなので、これでね大画面で本当にこういうキーボードを接続して快適に作業するとか、そういうのはね本当に難しそうです。ビチュア1のページにリモートデスクトップアプリのねパーセックにも対応してるって書いてあったんで、この辺ものすごく期待はしてたんですけど、実際にねパーセック使ってみるとベータ版っていうところもあって、本当にね挙動がめちゃくちゃカクついて動きがね鈍くて、とても作業は難しい感じでしたね。で、プレイストアはね対応しているんですけど、Notion とか
か、あとブラウザ系のアプリにね、全く対応していないんですね。なので、ウェブベースでの作業も難しいし、そういうね、テキスト入力とか、そういうのを伴うような、テキストワークも本当にね、対応はしていないので、この辺をね、期待して購入するとちょっと失敗するかなと思います。とはいえ、パーセックもね、今はベータ版なので、もしね、正式にローンチされたら、その辺はね、ちょっと期待していきたいところです。現状はね、あくまでコンテンツを楽しむとか、ゲームを楽しむためのデバイスと考えてもらえるといいかなと思います。はい。で、多分ね、ユーザーの皆さん気になるところだと、エンリアルエアーとの比較、違いみたいなところだと思います。今回はね、VTuber Oneの先行レビューという形なんですけど、ユーザー的にはやっぱりここの情報も欲しいかなと思うので、できるだけ公平性を保ってユーザー視点でね、ちょっと比較してみたいと思います。VTuber Oneとエンリアルエア両方使ってみて感じるのが、見た目はね、結構近いような、スペックも同じような感じなんですけど、用途がね、まるっきり違います。VTuber Oneに関してはさっきも紹介した通り、このね、ネックバンドと組み合わせて使うことで、クラウドゲーミングとか、あとコンテンツの視聴とか、そういうね、エンターテインメントを楽しむのにかなり特化してる印象ですね。対してエンリアルエアは PC と接続して外部モニターとして使ったりとか、あとスマートフォンとね、接続して AR のゲームを楽しんだり、コンテンツを楽しむっていう、そういう用途にかなりね、適している気がします。ざっくりね、ユーザー視点で言うと、VTuber Oneはハードウェア面がかなりしっかりしていて、エンリアルエアに関してはソフトウェア面がね、かなり充実している印象ですね。おそらくね、開発の起点が VTuber Oneに関しては、クラウドゲーミングをよりね、大画面で気軽に楽しみたいっていう用途からおそらく開発されているんですけども、エンリアルの場合は既存のコンテンツというよりかは、どっちかっていうと AR の可能性とか、そういうのをね、かなり模索して作られたデバイスかなと思っていて、この辺のね、思想の違いが出ている気がしますね。見た目こそかなり近しいんですけど、本当にどっちがいい悪いとかじゃなくて、用途によって住み分けされている気がします。はい、というわけで今回はね、VTuber Oneについて、ファーストインプレッション的な動画ではあるんですけども、紹介してみました。正直なところ、機能性はね、もう一歩っていう感じなんですけど、このね、ネックバンドの中に OS を搭載するとか、グラスの濃淡が変えられるとか、本当にね、こういうデバイスの未来を見せてくれるような感じなので、本当に気になった人がいたら、ぜひね、幕開けのページチェックしてみてください。まだ今日ね、日本の幕開けではクラウドファンディングが始まったばっかりなので、安くね、購入するなら今のうちかなと思います。はい、というわけで今回の動画は終わりにしようと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。トバログでは結構ね、こういう系のデバイスの紹介とか、あと人のね、ルームツアーとかもしているので、ぜひね、チャンネル登録もよろしくお願いします。いいねボタン、コメントももらえると嬉しいです。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。